それでは、顔は完成したので次は洋服に行きたいと思います。服はねこれワンピースですよね。黄色でいこうかなと思います。今回この黄色の服どのカラーでいくかと言いますと、はい、シャデルカラーのコントラストカラー、ヤンデルイエロー。ヤンデルイエロー。これね理由は単純ですよ。簡単そうだからっていうね。なるほど。もう1回で終わらせようというね。気合い入れるところはめっちゃ入れて、入れないところは入れない、さっと終わらせるみたいなね。服はだからさっと終わらせます。じゃあやっていきたいと思います。それではイヤンデンだったね、イヤンデルとか言ったね、イヤンデンイエローの前にベースのホワイトいきたいと思います。でこれ水性塗料です。前回といってももう1年半ぐらい前かなと思うんですけど、シャデルカラーの紹介も上げてますので、ぜひウォーハンマーってね、ゲームズワークショップさんから出てる塗料なんですけど、久しぶりに開けたら中が随分なことに、まあ足りるでしょう。足りんな。これもう一回買ってこよう。はい、お待たせしました。これ絶版品ですので、はい、今回新しくなりましたコラックスホワイトになってますからね、はい、これ使っていきたいと思います。これ中でなんかこう爪楊枝とか入れて混ぜると良くないので、この尖った部分でこうシャカシャカ混ぜてるっていうシャデルカラーを塗るときに必須な特殊パレットですけど、全部100均でね作れますから、スポンジに水を染み込ませて、クッキーのねシートでこれで本当非常に乾燥が早い塗料なので、この上で乾かないように置いとくっていうね。シャデルカラーはですね、ベースとシェードとレイヤーの3種類からできてまして、その組み合わせでいろんな色を作るので、白はですねこの白しかないんですよ。ちょっとネズミ色っぽい白なんですけどね、これに例えば明るいレイヤー入れたら真っ白になるし、ちょっと暗いレイヤーっていうね3色目に重ねる色なんですけど、それによって明るい白だったりちょっとグレーがかったりとかね、いろいろするんですけど、そういうのは面白いですよね、そういう塗料はね。本当少し前に言ったんですけど、本当にもうこう塗装段階になって剥がれなかったらもう本当にプラモデルと同じですね。すごい同じ感じでできてます。でなんか本当白というよりはねグレーな感じがしますけど、これで OK です。まあエアブラシで一回拭いたところだからね、別にっていう、特に変わり映えもなく。いや、シャデルカラー本当に匂いがないのがいいですからね。全くないです。溶剤使ってないですしね。家でちょっと塗装を楽しむには花粉の季節です。これもう眉毛描いてたら暴れててうわーみたいな、やめてくれみたいな。南條さんのシャデルのいい話をすべて吹き面白かった今。手元が震えた。OK。最初黒だの赤だのいろいろ考えてましたけど。なるほど。いい。そこにこだわりはないんですか？そここだこだわりはないです。大丈夫です。はい。ではいよいよコントラストカラーをやっていきたいと思うんですけども、こちらは逆にですね、水とかで希釈せずそのまま使います。コントラストメディウムっていうのもあって、これを使っていきたいと思うんですけども、こう淡くする力、水で希釈できないので薄くではできないんですよ。どっちかっていうとコントラストカラーっていうのは一発でザッと塗ったら濃いところと淡いところでなんか陰影がつくような塗料なんですね。なので水で希釈しちゃうともうシャバシャバすぎてなんか全然効果が生まれないんですよ。なんで少し粘度のあるこのメディウムと混ぜることで濃さをね調整するというような感じで、だから少し淡くね作りたいと思います。何回も塗るんじゃなくて一発で仕上げる感じ。こうすることでこのくぼんだところとね、その凸になっているところで勝手に濃さが変わってくるんですよ。なんて便利。こんな感じで。この影になっているところはねいいんじゃないですかね。スカートの部分もいっちゃいます。おい。
もうご覧の通りすごいムラが出やすいというだからムラが出ないとコントラストカラーじゃないと言いますか。なるほどなるほど。だから黄色いワンピースを着てる少女じゃないだろうけど、このキャラクターは、なんか女の人ってなんかこうなんだろう、何のアニメのせいかな、すごくそのミステリアスなイメージがあるんだけど、なんですかねそれは。なんかヒロイン割と黄色いワンピース着がちじゃない？で何の作品でって言われたらめっちゃ困るんだけど、僕のパッと出てくるので言うと、アスカが一番最初に出てきた時は黄色いワンピースでしたね。ああそれちょっとあるかもな。なるほどね、言われてみればそうだった。まあ、彼女ミステリアスかって言われたらどっちかと分かりやすいタイプだったけどねどっちかっていうとじゃあこれで乾かそう。続きまして靴を塗装していきたいと思います。ちょっと赤い靴にしようと思います。ベースの赤を塗ってシェードでね影を入れていって、最後レイヤーで明るくしていくと、下出るカラーって大体この3本でやっていきますからね、基本はね。はいではやっていきたいと思います。まずはベースカラー。ベースカラーってめっちゃ濃いんですよ最初。でこれをどんどん明るくしていきます。難しすぎないこれ洋服楽にしたかったのに。このね息を飲む感じはね、もう例えるのはサスケと一緒だよねいやなんかもうこれ人の筆塗り見てるとこれすごい息詰まるよこれ。人のっていうかまあ僕なんだけど、これ他の人なのでこんなの見とって僕ずっと息止めてるわこれ見てる間。皆さんどうなんですかね。できた。こんなのハイライト入れていこうと思いますって言ったけど、もうこれで終わりたいハイライトってみたいなもうそれはただの塗り直しではっていうレベルだよね。要所要所ね明るくしていこうかな。はい OK です。あれなんか本当いろんな人のなんか筆塗り見てみたいな、細かいところ。いやーこのゴッドハンドさんの筆ほんとすごいわ。すごい、もうなんか思ったようなとこに入る。すごい、もうこれ針の針筆紙筆じゃないこれ針筆だってこれなんかもう足の指の爪もかけそうだもん、その気になったら。やらないけどね絶対にやらないけどできそう。できました。すげえリアルにかけたんじゃないですかね。いやー頑張った。というわけでですね、続きましてシェードとレイヤーの順番でいくんですけど、シェードですね、これねできませんこんな細かいところはレイヤーでもう一気に終わらせたいと思います色が塗ったらそこが明るいとこみたいなそれぐらいなんかラフな感じでいきたいと思います。ちょっと明るいラインを描き足しましたはい。ではですね、服が乾いたので今度はレイヤーをしていきたいと思います。今のコントラストカラーっていうのが、いわばベースとシェードがまとまったような感じのやつなんですよね。だからちょっとここでハイライトを入れていきたいと思います。こうコントラストカラーも活かしつつ、いいんじゃないです。こんな感じでいきたいと思います。明るいところがより明るくなったですね。この子なんかいろいろ背中で語るタイプだからちょっと困るなそんなに背中で語らんでもみたいなね。なんかもうバキの背中みたいになってる。大丈夫？シワの寄り方がね。ちょっとごまかそう。ここら辺こうしてこうしてよし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 。ほらね、ほらだいぶ明るいとこと暗いとこの差がそうですね出てきたんじゃないですかね。はいね、なんか白入れてよかったね。なんか締まりましたね。締まりましたね。なんかいい感じになったっすねで最後ドライブラシをして一応上半身完成とします。
最後ですね、下でいるカラーで、ね、ドライブラシ専用塗料があるんですね。これを使っていきたいと思います。どういう風に使うかというと、このドライブラシ専用の硬い筆があるんですよ。これを先端つけてですね、でこの中でなんかね、例えるならヨーグルトみたいな硬さのね、あるんですよ。こう全然液体じゃないです。でこれをトントントンと先端つけてですね、ある程度取ります。でこんな感じでその尖ってるところにこの色が引っかかる感じね、くれぐれも顔に当てないようにしないと。あんまりやるともうその色で塗ってるような感じになっちゃうね。いいんじゃないですかね、こんな感じで。あ、脇忘れた。はい、こんな感じで完成にしたいと思います。これ以前の動画でも紹介したんですけど、やっぱこうレイヤーはね薄いですから、全体のトーンを下げつつも明るいところを作っていく。OK です。でまたこのひらひらのところを白く塗ってね、同じようにやっていきたいと思います。このベルトは赤かな。ものすごい上下でなんかモチベーションの違いを感じるんだけどこれ上をやり直すべきなのか下をやり直すべきなのか。ではですね、上下のテンションを合わせにねいきたいと思います。テンションを合わせていきましょう。ちょっと、ね、上が暗すぎるっていうね。でもなんかザ・下出るって感じの雰囲気のカラーリングになってきました。でもまあいいんじゃないですか。こんな感じで。背中が合ってるしいいでしょう。はい、 OK です。問題が起きたんですけどね。はい、なんとかこうなんか劇画風な塗装が完成して、まあ可愛らしくはできたんじゃないかなと思ってますからね。僕の集中力は顔に10割と、あともうゼロですからこれあとはね接着していきますよ。接着に使うのはですね、ウェーブさんの瞬間エポキシ接着剤、これでやっていきたいと思います。まあ瞬間接着剤で留めてしまうとですね、どうしても発火しますんでね、そこが気になるので、エポキシ接着剤でしっかりくっつけていきたいと思います。ではね、ざっと使い方なんですけども、この接着剤はですね A と B を混ぜて硬化させていく二液性の接着剤です。同じ量だけこうスーッとね、スッとこう伸ばして、で棒が入ってますね。これで混ぜて、これ5分で接着がされるのですごく早いですよと。急速硬化型のエポキシ接着剤と。じゃあ早速やっていきたいと思います。あんまりエポキシ接着剤を使う場面ってないですけどね。レジンにはこの接着剤いいですよっていうコメントもいただいてたので、こうずーっとね、でこれしっかり蓋してくださいね。でこの2つを混ぜていきます。このね混ぜた時にね、いつもこう散髪というかなんか美容室の匂いがするんですけど、でも確かに匂いしますね。あんまり体に良さそうな匂いではないですよね。なんでこれやっぱ換気とかね、しっかりした方がいいかなと思います。なんかねざっと30秒ぐらいらしいですよ。20秒以内に貼り付けが結構急がせるな。分かってる。20秒以内に。なんかすごい、その角度はなんか男のロマンを感じますね。ロマン先生出てきた。ロマン先生出てきた。できました。おー、いいですね。いいっすね。めちゃくちゃ気に入ったよ。これすごくいいと思います。いや頑張った甲斐あったな。嬉しい。なんかこの服の塗りの感じと肌の感じが違うのがね、逆になんかいい感じに区別されてて、なんかくっきりとしてていいですね。で今回ね初めてのねレジンキットやったんですけども、最初のところはやっぱりねよく分からなくてドギマギしましたけども、意外とやってみると模型とプラモデルとあんま変わらずに
なんか楽しくできたんじゃないかなと。コメント見させてもらうと昔の方がよっぽどひどかったみたいなねなんか結構いただけたんで、まあ割と作りやすい分野のレジンキットをさせてもらったんじゃないかなと思います。女性をね塗装するのもそんなに経験がなかったので結構ハマったね、ずっとメイク動画見てましたんで、楽しかったですよ。なんかこれ今後もね苦手なものシリーズ需要があればやっていきたいと思いますので、まあいろんなことがね接客したいなと思いますのでね、どんどん情報高な店にね質問されたら3倍喋るみたいなねまあそんな店を目指してやっていきたいと思います。こんな感じでね終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。